それでは紙芝居敵国降伏でございます。鎌倉山の朝の静けさを破ってと響く蹄の音は執権北条時宗の屋敷の前で止まりました。もう開けい、もう開けい、万所からの急ぎの使い影崎八郎太だ。もう開けい。八郎太、慌ただしく何事か。母、ただいま九州太宰府から早馬が到着。すぐ万所にご出仕くださいますよ。何、九州太宰府からの早馬。よし、すぐに参る。表情州の人々もすぐ万所に集まるように沙汰をせよ。が八郎だ、慌てた様を人に見せて笑われるな。よいか。母、恐れ入りました。その明くる日、極楽寺坂を一山に万所へと飛ぶ第二の使い、900余船の元の軍船が我が生津島を侵し、博多湾島に押し寄せたのでございます。時に弘安4年6月、風雲たちまち急を告げました。騒ぐな人々、慌ててはならぬ。いたずらに軽はずみな言葉をもてあそんで取り乱すでないぞ。たとえ10万の敵が攻め寄せてこようとも、文英の戦に懲りずにまた攻め寄せてきたのですか。それは大変だ。この鎌倉にも攻めてきますか。すでに戦いは始まっている。しかし我に鎌倉男児あり、恐るるところは少しもない。が、侮って軽く見ることもいけないぞ。ただ国民が一つ、心に力を合わせてこの国難を乗り切るのだ。めいめい己の職場を守り、ご奉公の誠を尽くすときだ。わかったな。矢継ぎ早に伝わる九州の戦況に、日本人の血は再び奮い立ちました。鎧、兜、弓、刀、用意を怠りなく世界無敵と誇る敵軍に、今度こそ十二分に日本刀の切れ味を見せて、日本魂の強さをはっきり思い知らせてやるぞと心に誓うのでありました。そうした間にも次々と伝わってくる敵の様子、すぐる文英の駅にも超えた、まさに我が国始まって以来の大国難。こうした世の動きを見て、恐れ多くも亀山上皇は秦国の歴史を汚されることは皇祖に対して申し訳なしと近江心を痛めたまい、伊勢皇太神宮に御身をもってこの国難に変わらんとまでお祈り遊ばされたのである。21社5両8両にお使いを立てさせたまうなど、全く広告始まって以来の大難でありました。さて時宗殿、敵は10万に余る大軍とのこと。万が一にも九州太宰府が敵軍のために踏みにじられ、この秦国が汚されるようなことにでもなればいかがなさる。義政殿、もったいなくもこの国難に変わらんとの近江心を漏れ受けたまわって、時宗は身の置きどころもない思いにございます。時宗の心はただまっしぐらに敵撃滅に進むのみ。関東の精鋭を率い、時宗自ら陣頭に立って敵を迎え、屍を斧にさらすとも誓って敵を撃滅いたします。ご安心ください。よく申された時宗殿。その決心と覚悟こそ千万力というものだ。それを聞いておじも安心をいたしましたぞ。そう話しております日本に元軍来たる。元軍は北より迫ってくる。文英の敗戦に懲りもせず、今度こそは日本全土を占領せんものと、東と南の二手に分かれ、まず東路軍4番は900余隻を揃えて弘安4年6月5日、防備手薄だった壱岐の島を荒らした上、博多湾に堂々と攻め寄せてまいりました。しかし我が方には
松良方から博多湾を経て、長門の沿岸よりの間堅固な石塁を築き、敵戦来たらばと待ち構えていたのでございます。小児入道角栄親子、大友貞親、菊池武房らをはじめ、九州四国のつわものども、矢先を揃えていかける。その凄まじい勢いに、さすがに敵も出花をくじかれ、文永の時のようにすぐに上陸することができない。その上夜になると、唐津の住人草野次郎をはじめとし、思い思いに小舟を漕ぎ出し、得意の野襲で敵の肝を奪うのでありました。中にも河野道有は、文永の役の後、10年のうちに敵が攻め寄せてこない時は、こちらから出て行って撃ち殺してやると誓いを立てるほどの武勇のつわもの、なんでぐずぐずしていられましょうか。部下を率いて2艘の小舟、敵船に近寄り、早くも帆柱を倒してよじ渡る。者ども続け。この強胆な振る舞いに敵はうろたえて逃げ回る。それ、大将に遅れるな。中には弓を取って応戦する敵の中に飛び込んで、当たるを幸いなぎ倒し、切り伏せ踏みつぶし、瞬くうちに死人の山。今も昔も変わりない我が軍の勇猛果敢な働きに、悲鳴を上げて助けを請う者、恐れおののいて海へ飛び込む者、敵兵は散々に撃たれ傷ついた。この時、河野道有は目指すは敵の大将と踊りかかって首筋をむんずと掴み、敵の大将は河野道有が生け取ったぞ。さあ、者ども引き上げよう。道有の命令一貫。牛尾の引くように一同は元の小舟に飛び移る。またも我が軍に勝ち時が上がりました。こうして敵に本土を踏ませず、敵は増えてな海戦に次第に退いたというものの、なおも戦いは一進一退、勝つか負けるか、敵も味方も必死でありました。敵国降伏、国土安寧、ひとしずくの水も、一寸の土も、皆超温でないものはない。我が国を侵そうとする敵と、今必死の戦いを続ける前線の勇士たちに応えて国民は皆立ち上がった。必勝の信念を心に深く掘り付け、15の力を戦いのために、町でも村でも山でも里でも浜でも、日本国民たる者は一人残らずこの国難に打ち勝って、近江心を休んじ賜ろうと天に祈り地に誓ったのであります。我が国は神の国、神始めたまい、神治めたまい、神守りたまう尊い国。敵は幾十幾百万ありとても、なんで恐れよう。正義は我にある。勝利は神の国日本にある。頑として同然北条時宗、15の国民は頼もしく感じ、前線の勇士たちはますます奮い立った。かくて戦いは2ヶ月に及び、敵新手の江南軍10万3500余隻の敵船が7月下旬に着いたので、一旦退いた東路軍はここにこれと合して勇気100倍、今度こそ一気に本土に上陸し、得意の石火矢を放って日本軍を殲滅せんものと、再び博多湾島に突き進んでまいりました。ところが、その夜からにわかの嵐。この嵐の気配を感じながら語らうのは、河野道有とその息子道忠でありました。道忠、外は凄まじい暴風雨になったようだな。河野道有は20歳の若桜、我が子道忠の元気あふれる姿を頼もしく見つめながら、こうして敵と戦いつつ、早2ヶ月だ。この先何年かかろうとも、あくまで戦い抜き、誓って敵を退けようぞ。もしも父が戦死したならば、その屍を乗り越えて進み、必ず父の仇を討てよう。わかったな。はい。道忠は、お父様の子として恥ずかしくない働きをいたします。更けていく夜とともに、外はますます激しい風雨。
この時やってきた一人の若侍、殿、敵軍が。おお、苦労か。どうした。心配することはない。静かで寝ておれ。傷に触るぞ。いえ、殿。寝てはいられません。これぐらいの傷で苦労は、寝てなどいられません。ただ先ほどから、外の暴風雨の音に混じって、あの物凄まじい響きは何事でございましょう。なんだあれは。おお、その時聞こえてきた物凄まじい響きは、おお、あれは神風だ。神風だ。おお、神風が吹く。神という神々たち、雲となり、風となり、雷となり、雨となり、国の仇をくじき、仇の船を覆す。神風は吹く。神々の心のままに。神風は博多湾を吹きまくり、国に降りかかる横島を払ったのであります。うららかに明けた公安4年うるう7月1日、敵軍殲滅の知らせを聞こしめされた亀山上皇の御政。よもの海、波静まりてのどかなる。我が日のもとに春は来にけ。大君の三つのもとに北条時宗以下国民は心を合わせて敵に当たり、この大勝利を遂げたのでありました。敵国降伏のおしまいであります。